モカツ時間の記録 Vlog。今回はドラゴンボールのプラモデルメカコレクションボリューム2牛魔王の車です。すぐみ編。まずは塗装前のパーツ組み立ての模様です。このキットは2017年に発売されました。キットの開封から。説明書は情報量がたくさんのカラーモノクロの2面刷り。パーツの組み立て方法はもちろん、機体の紹介、塗装に際してのカラーの提案なども細かく記載されています。連動ギミックのブルマのロマンティック戦闘機の組み立て方法も記載。登場する3人はいずれも黒パーツで色分けはなしです。パーツの封入は1袋です。成形カラーは3色、プラスクリアパーツとマーキングシールが付属です。説明書に沿ってパーツを組み合わせていきます。ランナーカットはタミヤの薄刃ニッパーを用いて準備をしました。パーツの接続にはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使用しています。機体から組み立てていきます。機体の上部から順に組み立て、座席パーツをジョイントします。牛魔王も愛用したオールドタイプの機重付きエアカーです。独立した運転席が1席、ここにブルマが登場しています。後部シート席は2人掛けで、今回のキットでは悟空とウーロンです。前面の機重を取り付けます。3人乗りのオープン仕様で、車体の前部には機重を2門、ライトやウインカーは小型化して被弾率を下げているという設定でした。細かいパーツもありますが、組み立て自体はさほど難しくはありません。続いて登場する3人のキャラクターです。まずはウーロンです。前後2つのパーツで構成。居眠りしている状態で乗っている表情になっています。後部座席に乗せます。これは小さなパーツでかなりミニチュアのフィギュアになります。塗装はもちろん、組み立てにはヘッドルーペは必須です。この後予定の色分け、ペイントが思いやられる小ささです。続いて孫悟空です。頭部が2パーツ、胴体は腕を挟み込む形で前後のパーツ、そして如意棒がくっつきます。懐かしい登場初期の紫の道着の頃の悟空です。こちらも後部座席に乗せました。そして運転するブルマです。こちらも腕を挟み込む形でボディが前後のパーツ。この牛魔王の車は亀仙人も駆けつけたフライパン山のシーンで、旅路を急ぐ悟空たち一行に牛魔王がポイポイカプセルから与えてくれたマシンでした。そして後部の頭髪がくっつく形になります。前のストーリーからの流れでバニーガールの格好をしています。組み立てできたら操縦席へ。前面にクリアパーツを取り付けて一旦完成です。フロントビューからリアビューがこちら。3名のキャラクターは一旦ばらして塗装に向けてマットな塗膜をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布して下地を作っておきます。ということでドラゴンボールメカコレクションボリューム2牛魔王の車のキットすぐみの制作記録 Vlog でした。次回は塗装編です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。